こんにちは、市川ファームです。今回は最近はどうしても皆さんお家にいる時間が長くなる方が多いと思うんですけど、自分家の庭のセダムを使って自分家にある何かにセダムを植えていこうっていう企画を今日はやっていこうと思います。僕がまず思いついたのが、このカントリーマームの袋と小さいお皿とこのウコンの蓋です。で、まずこのカントリーマームからやっていくんですけど、オープンっていうとこからまず開けます。そして中身を出して、まあまあこれ土が入るので穴を開けときます。水を入れた時に下から出るように。まず今からやろうとしてるのがセダムを先端だけ芽のとこだけカットしてそれを土にどんどん刺していくっていうやつなんですけど、それのことを一般的にちまちま寄せってみんな呼んでます。で、いろんな色のセダムがこの時期なんかは特にあるので、黄色いのやらピンクっぽいのやら赤いのやら淡い色のやらを入れるととても綺麗になります。で、これ今入れてるのは赤玉土の細粒っていうやつなんですけど、もしなければ庭にある土で、大きい石とか塊なんかを外してやってあげれば、それでも植えやすいので大丈夫です。この3つ目にあるお皿の時にハウスの外にある土をちょっと入れてやってみたんですけど、一応できるのでわざわざこの赤玉の細粒を買いに行くっていうことはしなくても大丈夫です。これ今土トントンして上から押して後でこう沈んじゃうとせっかく寄せたやつが崩れたりしそうなので土はしっかり詰めておきます。土はしっかり湿らせると刺していきやすいのでたっぷり水を吸わせてあげてください。で、こんな感じに先端だけ切ったやつを植えていきます。植えていくというか刺していくっていう感じです。下の茎を大体1ミリ2ミリ残して葉っぱを外して刺していってあげると発根もしやすいです。なるべくいろんな色とか形のやつを入れてあげるとパッと明るく見えます。でもいろんな種類がない方はなるべく多めの色合いでやってあげるだけで十分綺麗に見えると思います。今回僕はこのカントリーマームの袋とか小さいお皿とかあと飲料の蓋でやってみたんですけど、多分探せばなんかいろいろ使えそうなのがあると思うんで、皆さんよかったらいろいろ探してみてやってみてください。こういう袋のやつはちょっと難易度が高いというか立ちにくいし袋がぐにゃぐにゃするのでちょっと上級者向けになるので初心者の方やお子さんと一緒にやるとかっていう場合はペットボトルのキャップとか何かしっかりこう安定するようなやつの方がやりやすいのでそっちがおすすめになります。この時期まだ赤い多肉があるから
こう締まるというか綺麗ですよね。すいません、またちょっと土の話に戻るんですけど、赤玉の細粒がなければ外にある土とかでもいいって言ったのは、普通の培養土なんか肥料入りのやつをこれに使ってしまうと、根が出てすぐ肥料分を吸うとすぐ大きくなるというか伸び始めてしまうので、この状態をキープしたい場合は肥料分がない方が持ちます。でハウスじゃないや、お家の中に入れてしまうと伸びるのも早いんですけど、こんな時なんでこういうちまちま寄せを楽しんでお家の中で見て伸び始めたらもう根は出てきてると思うんで、ちょっと外に出してまた時間があれば新しいのを作るとか、そんな感じで楽しんでもらうのがいいんじゃないかなと思います。最後ちょっと見にくいんですけど、黄色を入れるとパッと明るくなるんで、ちょっとでも黄色を入れてあげるのがおすすめです。最後の方はやっぱちょっとした隙間にちっちゃいのを詰めてあげるとこう完成度が上がるというか、隙間がやっぱり見えない方が綺麗になります。これで完成ですね。あと今回チマラボマイさんのインスタグラムの方でも同じ企画をやってますんで、よかったら見てください。僕のこのちまちま寄せよりもうよっぽど繊細でこう鮮やかなやつを多分作ってると思うんで、まだこれ僕今喋ってる時点では見てないんですけど、絶対すごいのができてると思うんで、よかったらこちらのインスタグラムを見てみてください。あと僕のインスタグラムの方でお知らせさせてもらってあるんですけど、もし皆さんがこのお家にある苗とか何かにこう植えたちまちま寄せをやってもらったら、いろんな SNS なんかにハッシュタグお家でできるちまちまチャレンジみたいなので、投稿してもらえると嬉しいです。そしてその写真を僕のインスタとか YouTube に載せてもいいよっていう場合は、この載せてもいいよ市川ファームっていうハッシュタグをつけといてもらえると、僕の YouTube やインスタにもしかすると載せさせてもらうっていうことがあると思うんで、よかったらやってみてください。次はこれキャップのやつですね。これの場合だと穴を開けてもいいんですけど、ちょっとしか土がないのでどっちみちすぐ乾くし、穴開いてたとしてもこうそーっと水をあげないといけないんで、開けなくてもいいかなと思って、ちょっと今回このままやってます。開けても大丈夫です。さっきも言ったんですけど、初心者の方やお子様なんかの場合はこれくらいのやつがやりやすいんじゃないかなと思います。お子さんなんかの時は1個大きめの苗
を植えて、こういう乙女心みたいなこういうのを入れて、あと周りに小さいのを入れてあげるともうそれで可愛くなっちゃうのでおすすめです。もう言いたいことはだいたい言っちゃった感じなので、あとは音楽だけでぜひ最後まで見ていってください。まいさんの方のインスタグラムとさっきのハッシュタグお家でできるちまちまチャレンジと載せてもいいよっていうのをよかったらやってみてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。